皆さんこんにちは。サニーママこうちゃんチャンネルへようこそ。この動画は私の子育て経験を若いママパパさんたちにシェアしたいと思い作ったものです。言葉の発達やタッチメントで悩んでいる親御さんたちがいたらぜひ見てほしいと思います。最初のビデオをご覧になっていない方はぜひそちらの方を先に見てください。アロハ。このビデオでは言葉のセラピーを受けていた期間の12月30日の記録をご紹介します。開始してから約1ヶ月後のことです。当時こうちゃんは4歳8ヶ月でした。AI 自動翻訳を使えるようにしましたので、世界の言語に翻訳が可能となりました。もちろん日本語の字幕もよろしかったらご利用ください。今日は午前9時半ごろ、不意に親戚のおばさんが遊びに来た。居間でカーペットの上に座り、みんなでテーブルを囲んでお茶を飲んでいたら、こうちゃんも一緒に座り、チョコレートを食べたりした。しばらく私に寄りかかっていたが、そのうちにおばさんに抱きついていった。子供好きな人なので喜んで構ってくれた。こうちゃんにと言っていつもたくさんお土産を持ってきてくれる。こうちゃんこうちゃんと言ってくれるからわかるのだろう。セラピストからのコメントは、子供はちゃんと見分けるのですね、敏感に。この人は自分のことをどう思っているのだろうということを。午後から大学のセラピストが家に来てくれるというので、こうちゃんと一緒に地下鉄の駅まで迎えに行った。改札口まで行くと、こうちゃんがどうしても地下鉄に乗ると言って聞かないので、セラピストの A さんがそれじゃあ乗りましょうと言ってくださった。7、8分乗って U ターンして帰ってきた。久しぶりに乗ったのでどうなるか私は不安だった。乗ったばかりの時は地下鉄が止まるたび、駅のプラットフォームを眺めていたが、だんだんと私の方に寄りかかってきて、自分を安心させようとしているように見えた。乗車時間は15分ほどだったが、満足したらしい。セラピストからは、はい、お母さんを頼りにしてましたねというコメントがありました。セラピストの A さん、こうちゃんと私の3人で2階の4畳半の部屋に約1時間いたと思う。こうちゃんが掃除機をかけろと言ったり、こうが布団の上でぴょんぴょん跳ねたり、彼がタンスの上に登って神棚に上がってしまったりと、こうちゃんを支えていた A さんも大変だったと思う。おじいちゃんが2階に上がってきたが、部屋に入らぬようこうちゃんが戸を閉めてしまった。こうちゃんは A さんをすっかり信用しているようだった。こうちゃんは長い付き合いかのようによく彼女と遊んだ。この辺、子供にすんなり受け入れられる何かが彼女にはあるのだろう。A さんは子供のニーズをよく観察し、察してあげられるからかもしれない。セラピストがわざわざ家まで来て指導してくれました。やはりこのセラピーの一番の特徴は自由に遊ばせてあげるでした。せっかく子供がしたいことがあるのに、その場所は危ないからダメ、ゆっくりやりなさい、こぼさないようにしなさいなど、親がいろいろ制止すると、せっかく子供が生き生きしているのに、その存在の輝きが失われてしまいます。できるだけ行動を制限せずに自由にさせてあげたいですね。親は先回りして場所を確保して都合の良い場所を提案してあげられると、ウィンウィンの関係になりさらに良いかもしれません。頭脳勝負ですね。安倍さんが帰った後、私とお風呂に入った。普段と変わりなくシャンプーをして体を洗った後、湯船に浸かり温まり、上がってからいつものアイスを食べた。ご指名のチョコレートがもうなかったが、泣かずに明日買ってくると言ったら納得してくれたようだ。夕食はタコをたくさん食べた。
ご飯は食べなかった。後でとんがりコーンを食べて、トースト半分とミルクをコップ一杯飲んだ。その後本を引っ張り出して私に読ませたり、破いたり。今日は鉛の兵隊さんを読んだ。あまりこの本は好きではなく、数えるくらいしか読んだことがない。9時過ぎに台所で食器を洗い出すと、そばに台を持ってきて、隣に立ち、私の真似をしてコップなどを洗う。器用に洗う。手つきは私とあまり変わらない。よく見てるのだ。自分の桶をお湯の中に入れるというので、ママが終わったらね、と優しく言ったら、桶を入れずに自分が遊びたいのを我慢して待っているかのように見えたが、私が終わるとさっさとお湯を流し、手を拭き、袖を下ろしてという、一人で遊ぶ気はなかったようだ。35年後、今思うと、こうちゃんから遊ぼうと言ってきたようにも取れますね。なのにママは洗い物を終わらすことしか頭になかった。もっと考えてあげてたら素敵な時間になったのにね。こうちゃんごめんね。さすが眠たくなったのか、2階へ上がり、ねんねすると言い出し、宝物を持ってベッドに入ったが、今日遊んでいた危ないを思い出し、下まで取りに行ったが、探せず泣き出す。おばあちゃんが降りてきて、引き出しから出してくれたら泣き止み、2階へ上がり、すぐ10時過ぎに目を落とす。セラピストが言うには、子供はちゃんと見分けるのですね、敏感に。この人は自分のことをどう思っているのだろうかということを、おばさんもそうなのでしょうが、子供がさっと動いたり、表情、姿勢を変えたときサインを待ってます。本当にいつもよく見ているのですよ、子供って。私も本当にそう思います。私の動作をよく観察しているようで、食器を洗うときも意外なほど素晴らしい手つきでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらまた見に来てください。いいねボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。アロハ See you soon!